Hi guys! Welcome to 岡水酒 ABC 3代目おかみがお送りする日本酒チャンネル岡水酒 ABC です。このチャンネルは日本酒の魅力を海外の皆様に分かりやすくお伝えするチャンネルです。以前の動画で日本酒を作る工程の中で日本酒を絞った後に残った搾りかす、酒かすについてご紹介しました。酒かすは栄養価のとても高い日本のスーパーフードなんです。さらに酒かすには栄養価が高いだけではなく動物性原料を含まないのでヴィーガンの方でも取り入れやすいのです。今回は酒かすを使うことでより美味しくなる簡単なヴィーガンレシピをご紹介したいと思います。 Let's get started! Here we go! 酒かすとは何か皆さんはご存知ですか？日本酒とは水、米麹からできていて、それらを発酵させ絞ったものが日本酒になります。酒かすとはその絞った後に残る固形物のことです。酒かすには様々な栄養素が豊富に含まれております。疲労回復や肥満抑制、便秘解消や免疫力アップなども期待できる日本のスーパーフードなんです。酒かすは植物性で料理に使うとクリーミーでまろやかになるので、チーズやヨーグルトなどの代用としてヴィーガンの方でも取り入れやすいのです。今回は酒かすを使ったヴィーガンレシピをご紹介していきます。今回ご紹介するのはクリームチーズの代用としてパンに挟んだりクラッカーにのせて美味しい酒かすクリームチーズ、グラタン、ドリア、パスタなどにも使える酒かすホワイトソースをご紹介していきます。どれもベースは同じで加える材料を変えるだけで作り方も簡単です。まず1つ目、酒かすクリームチーズをご紹介いたします。材料はこのようになっております。木綿豆腐はペーパータオルにのせてしばらく置いて水気をしっかり切っておきます。水が切れたら材料のすべてをフードプロセッサーに入れて混ぜるだけで完成です。パンに挟んだりクラッカーにのせて楽しんでください。2つ目、酒かすホワイトソースをご紹介します。材料はこのようになっております。作り方は簡単です。材料のすべてをフードプロセッサーに入れて混ぜたらフライパンに入れてとろみが出るまでゆっくり弱火で煮込んだら完成です。グラタン、ドリア、パスタなど幅広く使えます。次にこの酒かすホワイトソースを使ったアレンジレシピをご紹介いたします。まず乳製品なしでクリーミーに仕上がる酒かすクリームパスタをご紹介いたします。材料はこのようになっております。まず玉ねぎを薄切りに、きのこをお好みの大きさに切ります。にんにくはみじん切りにします。沸騰したお湯にオリーブオイルと塩を加えてパスタを指定の茹で時間で茹でます。茹で汁は少し取っておきます。次にフライパンにオリーブオイル、にんにくを入れて炒め、香りが立ったら玉ねぎときのこを炒めます。玉ねぎが柔らかくなったら弱火にして湯切りしたパスタと少々の茹で汁をフライパンに入れます。酒かすホワイトソースを入れてよく和えます。最後に塩、コショウで味を整えて完成です。次に酒かすホワイトソースで作るグラタンをご紹介いたします。材料はこのようになっております。ブロッコリーは一口大に切ります。水を入れた鍋に塩を一つまみ入れて沸騰させます。沸騰したらブロッコリーを入れてさっと茹でたらお湯を切ります。次に玉ねぎを薄切りにしてお好みのきのこを食べやすい大きさにします。フライパンにオリーブオイルを熱して玉ねぎ、きのこをしっかり炒めます。具材をグラタン皿に入れて酒かすホワイトソースをかけます。その上から豆乳チーズを振りかけます。それをオーブントースターで焦げ目がつくまで焼きます。焼けたらパセリを振って完成です。最後に酒かすを使ったかぼちゃサラダをご紹介いたします。材料はこのようになっております。今回は
ビーガンの方でも食べられるように動物性原材料を使わずにマヨネーズ風酒粕ペーストを作って仕上げてみました。酒粕はあらかじめ少量のお湯で柔らかくしておきます。まず綿と種を取り、小さく切り分けたかぼちゃを耐熱容器に入れてラップします。そして電子レンジで加熱して柔らかくします。600ワットの場合約6分です。その間にマヨネーズ風酒粕ペーストの材料をフードプロセッサーに入れてよく混ぜておきます。次に加熱して柔らかくなったかぼちゃをマッシュします。そしてマヨネーズ風酒粕ペーストを入れてさらに混ぜます。最後にレーズンくるみを入れて塩コショウで味を整えたら完成です。今回は酒粕ビーガンレシピをご紹介いたしました。今回の動画を見て日本酒って面白そうだな、美味しそうだな、飲んでみたいなと思っていただけたらとても嬉しいです。高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。 Thank you for watching. Please subscribe to my channel. See you next time.